抱きしめ合って魔法を私の勇気の場所何度だって生まれ変わる夢に投げ時代が私を試すけど一人じゃない私は間違わないように後悔しないようにまっすぐ生きていたいけど歩き出す勇気も立ち止まる勇気も未来への条件きっと宇宙のカレードスコープ。ジット団からご提供いただいたユグドラシルを実戦に投入できればアメリアの残存戦力などは簡単に全滅させられるでしょう。これができるのもマニーアンバサダーみんな貴様の活躍があったからだ。そう言っていただいて光栄です。私はいっぱいいい思いをさせてもらったから大事にすんだよ。ではカバカーリーってクンタラの守護神の名前なんですか？いや、クンタラの魂の安住の地カーバの守護神カーリーというのが正しいですね。この機体にはお似合いですけどジット団はいろいろ作ったんですね。君やチッカラが運び込んだおかげで地球に来るまで大変だったのよ。整備で組み立てからよ。ユグドラシルが出ます。シンプルな形ですね。タイ、本当にビフロンは壊していいのですね。あれはもう限界ですから本人に始末をつけさせるのです。よくわかりました。ここの人たちって軍人に憧れているみたいですね。ヴィーナスグローブを見てきたのだろう。平和すぎるとあのような人が出てくるのさ。大尉はマスクをしていると軍人って。俺はマニーがこうしていてくれるから戦う勇気をもらえるのだ。今回マニーがいなくなってつくづく思い知った。だったら私の願いを聞いてくれます？ああ、聞くぞ。なんだ？ベルリと友達になってください。それはダメだ。あいつは母親の家系の力で将来の長官の道を約束されているようなやつだからな。それ誤解です。アメリア軍の総監の娘とも手を組んだものだから独裁者のようなものになる。アイーダとベルリは兄弟なんですよ。ふざけているのか。トワサンガのレイ・ハントン家の子供で赤ん坊の時に地球に亡命させられたんだって。バカな。Gセルフを操縦できたことで兄弟だって分かって。それが本当ならますます権力者になる血筋じゃないか。人に食われる過去を持つクンタラなど虫嫌いかに扱う奴らなんだよ。リフレクターバリア、よし。ビフロンはどう来るんだ？そんなこと知るか。さすがバララだ。言い出したことはやってみせるな。ハエもバララ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 、またどういうつもりだ。ふざけたんじゃありません。起動テストです。こんなに早く動くなんて思わなかったでしょ。確かに今の動きは形からは想像ができないな。ではユグドラシルは当初の予定通り出撃します。はっ、どうぞ。
ちが行ったところはロザリオ10とオーシャンデスクだけですから、ヴィーナスグローブの 1% も見ていません。ヴィーナスグローブのラグーという方は？とても面白いファッションで、いつもごめんごめんってね。謙虚な方でした。200歳。第2ナットのハイアンでは母とクンパ大佐がお待ちしていますので。ありがとう。アメリアの艦隊はいつ出て行ったのです？父はドレッド艦隊からの停戦協定の返事が遅いので急がせたいと出かけました。ザンクトポルトからこの低軌道まで戦ってきた艦隊同士が停戦するなんてことあるんですか？あのカシーバミコシを返すというのであれば可能でしょう。失礼。カシーバミコシにはそういう力があるのです。そのような存在を無視する時代になったとラグー総裁はおっしゃっていました。スコード教やタブーの成り立ちが忘れられるようになったことをお二人のご両親は恐れていました。ご存知でしたか？いや、ザンクトポルトでお噂を聞いていたということです。姉さん、失礼いたします。法皇様、ご苦労でした。私、育てられた運命があると思っています。では、良い旅を。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。法皇のランチです。ハイアーンに行くか？我々も行きますよ。行けよ。広いものだと思いますよ、このダーマとダハックは。ダーマとダハック？ほら、あれです。ダーマを装甲にしたモビルスーツということですか？ジット団の連中の自信作です。なんだあのトリニティっていうの、邪魔な手足も武装させたって代物で私に使わせてくれるって。すぐに試し乗りしたいが。慣れるのは早い方がいいです。姫様、支度しておきます。頼みます。法皇様をお迎えくださったとか。クリム、感謝します。姫様に喜んでもらえるのは嬉しい。昨日のサラマンドラの動きがあったから私たちが法皇様をキャピタルタワーにお戻しすることができたんです。ご無沙汰です。すごいっすね、これ。ジャハナムもヘカテーも戦い続きでかなり傷んでいたから。こういうものを持ってきてくれなかったら一生恨みましたよ。本当にごめんなさい。ミック・ジャック、クリムニックにも私のわがままで迷惑をかけました。ごめんなさい。クレッセントシップの手土産は？そりゃ感動しますよ。姉さん、すごいな。我々とアメリアの艦隊が上と下からキャピタルアーミーを挟み込んで叩こうという作戦は、半分は停戦の申し入れだ。アメリアのズッキーニ大統領が我々のキャピタルテリトリーへの移住も認めているのですから。これは和平交渉だろう。体裁はそうなのだが、アメリアはカシーワミコシを抑えたのです。交渉は不利になります。ロックパイの仇を撃たせてもらってからなら戦争はやめましょうよ。またそれか。ではラトルパイソンへ直行する。はい。こちらはクレッセントシップとカシーバミコシを保護しているのですから、絶対的に有利だというのになぜ停戦協定なのです？ドレッド艦隊とは連合してだな。キャピタルアーミーを叩くためだ。宇宙世紀戦争のトラウマを引きずっている連中などは信用できません。サラマンドラには耐熱フィルムのコーティングをしてもらいましたから。地球に降りても勝てるんですよ。あのな、ドレッド艦隊だって疲れているのだから地球に降ろさせてからと考えるのだ。ね、地球に降ろしてから？ドレッド艦隊のことを考えるって？その後のことは自分の頭で考えるんだな、少年。どこ歩ってんだ。軍事基地になったんだから。申し訳ありません。こちらのお部屋でお待ちください。第2ナットのハイアンまで軍事基地にするなどとは。ご容赦を。ここを最後の防衛戦にするためです。
この度はカシーバみこしで人質になったりしてご苦労様でした。何？私はいつも同じ部屋に座っていただけですから。遅い！そんなことで主眼司令を守れるのか！おう、大佐。ああ、いや、つい見とれてしまいました。司令部に持ち込むんじゃない。じゃあどこでやれてんだ。技術は別室だよ。大佐、こうはご到着ですな。なんで司令自ら出撃なさるのです。ドレッドとグションの艦隊が合流するというのなら確かめたい。我々にはアメリアの大統領を狙い撃ちできるミサイルがあり、マスク大尉はフルムーンシップの協力を取り付けたのです。な、戦争の臨場感を知らなくては指揮は取れん。ドレッド艦隊は絶対にキャピタルタワーを破壊はしない。なのに戦争をしたがる地球人というのは腐りきっている。ドレッドとアメリアの艦隊が合流している空域に向かうが、アメリアにはカシーバみこしもクレッセントもついているのだから、グシオンがドレッドと手を結ぶとは思えんのだ。フルムーンシップと合流したマスク大尉からはまだ何も。面白いことになるから行くんだよ。ブルジン、行くぞ。第2ナットのハイアンからキャピタルアーミーの戦艦が出てきたっていうのか。そういうことってあり得るんですか、姫様。ベルリ君。ブルジンとかいう船が出撃準備していましたよね。なんでお母さんが止めてくれなかったの？クラウンの時刻表のことしか頭になけりゃアーミーに何かなんか言ってくれませんよ。アイーダさん、フルドレステストです。はい、どうぞ。レーザーのレンズ調整はやってくださいよ。はい。ベルリはアサルトを引っ張っていけるな。使うつもりはありませんよ。なんで？長距離からの狙撃なんてパイロットを殺すだけですから。ベルリ、ありがとう。え？戦い次第で有効な武器を使い分けましょう。はい。カーヒル大尉のことはもうあなたは忘れていいわ。ありがとう姉さん。しかしな、ベルリ生徒、純粋な牽制攻撃ってのにもアサルトは有効なんだぜ。要するにみんなを守ってほしいんだよ。 G セルフの力で。どうしたんだ？ブリッジのモニターで敵の艦隊チェック。まめなことで。私も行く。船からはみ出たら死ぬぞ。元気になってくれた。ありがとう。レーダーが殺されましたから、そっちは CG に切り替えました。艦隊が出会う区域にミノフスキー粒子か。ドレッドとアメリアの艦隊って停戦協定を結ぶとか言ってましたよね。それを期待してたんだが。カメラのデータを CG 化しているにしても、艦隊同士の船の動きすごく変だよ。これって話し合いのための動きじゃありませんよ。ステア、エンジン臨界。無線が使えないということは、この近距離で艦隊戦をやるということだ。撃てよ、撃たせろ。今砲撃戦をやったら味方のモビルスーツを撃ち落とすことになります。アメリア艦隊も迷っているということは、このミノフスキー粒子は第三者が撒いたものです。第三者だと？第三者というのはフルムーンシップの包囲なのか。いや、遠すぎます。艦隊戦になる。モビルスーツは交代させろ。フルムーンシップから何か出ましたね。マスクのことだ。ミックはサラマンドラまで下がれ。はい。天才クリム、どう読むこの事態。観戦させてもらうか。ブルジンがモビルスーツ部隊を放出しただと。最大防衛です。キャピタルアーミーめ、面白がって。総員第一戦闘配置で待機。ぼやぼやしていたらモビルスーツ戦になるぞ。テンダービーム照射用意。
第一戦闘距離に入った。アイドリングスタート。スタートします。ユグドラシル、目を開けよう。あの小娘を殴り飛ばしてマスクに嫌われるのも嫌だが、何もできない女だと思われるのはもっと嫌だ。ユグドラシル、私の運勢を占え。ドレッドとアメリアの艦隊が勢ぞろいなんてさ、おバカさん。気づかれたって。どこからだ？何？フルムーンからのマシンだ。回避運動、ターゲットに撃て！曲がるビームに惑わされるな。左舷上だ。上。ビームのねじれが尋常ではない。消える瞬間、大きな木のように見えました。フルムーンシップから持ち出した兵器だ。テンダービームの威力、ここからでも分かります。もっと威力はありますよ。マスク隊の部下バララ・ペオール、やるじゃないですか。はい、優れたパイロットです。バララ、戦場に嫉妬を持ち込むと死ぬぞ。見えないんですか？ガランデンも大気層越しになっているんですから無理です。そうですよね。ユグドラシルの威力とかキア隊長とクンタラの志が一緒になれば、ヴィーナスグローブに住む必要などない世の中が作れるんです。フルムーンと言いますけれど、これってただの輸送船なんですよ。なんだこの振動。移送が反転しました。これがテンダービームの欠点だろうが。交代だ。敵が見えているのになぜ反撃しない？アサルトを乱れビームの震源地に撃ち込みます。それまでは前に出ない。了解。よく狙え。そうです、私がついてる。ビンゴだろ。おー、はいです。マスク、私はパイロットとしては完璧だ。あんな小娘なんかと比べるのならこうしてやるよ。もっと急角度だ。逃げ出すのか。不意打ちの上にあのビームです。ノート将軍のギニアピザは。ここは逃げろってロックパイが言ってきたんです。こんな時にも。地球側から強力ビームとミサイル。バリアが破られます。テンダービームダメです。これ奴が来ているんだ。振動を止めろ。バリアだ。テンダーも。姉さん、フルドレスにしたレーザーはバリアになります。使い方は分かっています。ルシファーが突破口はルシファーが開きます。そのつもりだよ。ラライアさん、ルシファーのその格好をやめて。ああ、来た。発進放出。懐に飛び込めば。来ました。テンダー。フルドレスって眩しいんだから。テンダービームが流されているだって。使えるランチビーグルで脱出できる者はキャピタルタワーに潜り込ませろ。それでは敵戦逃亡です。艦隊の本来の目的はレコンギスタである。一人でも多くの者をキャピタルタワーから地球に潜入させて将来化けさせるのだ。化けるとおっしゃいましたか？地球に降りれば願いは化ける。そいキャピタルギニアビザを撃沈だな。見ているよ。姉さんはラトルパイソンのお父上を。はい、アサルトモード。バカな、Gセルフってか。ビームが跳ね返される。 Gセルフならユグドラシル。こ
コピペシールドいけるよね。艦隊を丸ごと破壊することがどういうことか分かれ。ベルリカバララペオール。お父様、宇宙服を着てください。ピラミッドの敵はどうした？制圧しつつあります。あれ？何？お父様！お父様。何これ？これって何？姉さん、この空域から脱出します。瓦礫が多い。ドレッドとアメリアの生き残りもいますから危険です。この空域全体がフルムーンシップにも近づいているし。近づくねえ、アイーダさん。はい。姉さん、泣くのは後にしましょう。お父様は本当に停戦を信じていた。あんなものを再生させたヴィーナスグローブなんて、そんなフルムーンシップにマスクは合流してあれを持ち出したんだ。生き残り戦艦クノストスがフルムーンシップを乗っ取ろうとすれば、戦場はヴィーナスグローブの新型機が乱舞することになる。僕はお父さんに戦死された姉さんを慰める間もなく、マニーとマスクに襲われて大気圏突入をすることになった。次回 G のレコンギスタ、視線を超えて。目を離せるものなら離してみろ。